こんにちは、イハログです。今回は夏のブラウスを作ろうと思います。デザイン画はこんな感じ。原型を使って製図していきましょう。原型の上にパトロン紙を敷きます。展開しない、動かさない原型のパーツをまずは写していきます。そしたらバストポイントをペンで押さえて、胸癖ダーツを分散していきます。ダーツの分散が分かれば製図はすぐできると思います。これで裾と袖ぐりに胸癖ダーツが分散されました。先ほど展開した原型をもとに製図ができました。シーチングで形を見ていきましょう。宣伝にはなってしまいますが、冬ぐらいからオンラインの少人数制の洋裁教室を始めようと思っているので、気になる方は概要欄の LINE を登録して待っていただければと思います。身頃はいい感じ。そしたら袖の製図をしていきましょう。袖ぐりの長さを測ります。袖ぐりの長さをもとに線を引きます。脇線を垂直に引いて、脇線と中心線を合わせて折ります。そうすると袖底を写すことができます。全く同じカーブなので縫いやすいです。さっき写したのを表からなぞります。袖山カーブの基準点を打って、D カーブルーラーで基準点と先ほど写した袖底をガイドにして袖山のカーブを描きます。これで袖の原型ができました。今回袖をふんわりさせたいので、袖山と袖口にタックを入れていきます。これは今平行に展開して袖のタックを作っているところです。袖の製図ができました。悪くはないけど、ちょっとごついような気もします。もう一度袖のパターンを引いてみることにします。タックの分量を減らして袖山はギャザーにしてみます。どうでしょうか。個人的には変更後の方がすっきりしていて好みです。これでパターンができました。今回使う生地はこちら、リバティになります。まずは地直しをしていきましょう。生地に切り込みを入れて裂きます。幅が不揃いなの分かりますかね。これは立ち端が一定じゃなかったということになります。地直しをすることで洋服の型崩れを防げるそうです。それでは裁断していきましょう。今回縫い代をつけるのがめんどくさかったので、透明な定規を使って定規の目盛りをもとに裁断しています。
接着芯も貼っていきましょう。このつるんつるんという紙がとても便利です。芯の糊がつかないのでペリペリっと剥がすことができます。芯貼りは温度、圧力、時間が要です。余計なところを切っていきます。先に芯を貼って裁断すればよかったのですが、接着芯のことをすっかり忘れていたので、こんなやり方になっています。下準備が完了しました。それでは身ごろにギャザーミシンをかけていきましょう。糸を引っ張るとギャザーが寄ります。当たり前体操？続けてヨークと身ごろをつなげていきましょう。まずは両端にピンを打って、続いて真ん中にピンを留めていきます。ぐっと洋服らしくなってきました。さあ、それではロックミシンの出番です。何かが引っかかって開かなくなってしまいました。気を取り直して糸換えしていきましょう。ロックミシンのメスの部分と布端をしっかり合わせてから、目線をしっかり固定して縫い進めていきます。布端が切れるか切れないかのギリギリを攻めながら進めていくと綺麗に縫えます。これで布端の処理ができました。後ろ中心にファスナーをつけていきましょう。後ろ中心が縫えたら割りアイロンをしていきます。平行に縫えると気持ちがいいです。ファスナーを縫い代に留めていきます。身ごろまで縫い込まないように間に定規を挟んでます。身ごろができました。完成まであとちょっとです。大丈夫。ドンピシャなリボンがなかったので自分で作ることにしました。
アイロンで形を整えてミシンで縫ったらリボンの完成です。リボンを身ごろに留めておきます。見返しを留めていきます。ファスナーの部分は見返しを表に折ってファスナーがついている縫い代で包むようにして縫うときれいに仕上がります。先ほど説明したファスナーの部分です。折ってひっくり返したらファスナーの金属部分が包まれて比較的きれいに仕上がります。前開きの部分に切り込みを入れて見返しをひっくり返していきます。この瞬間まではもうすぐ出来上がるとワクワクしていたのですが、紐が分厚すぎて結び目がごつくなってしまいました。トワルの時のサテンリボンは収まりがいいです。グログランリボンを買ってきました。軽く炙って布端の処理をしました。収まりが良くなったので直して良かったです。さあ、あともう少し袖のタックを縫っていきます。タックとギャザーを寄せたら袖の出来上がりです。身ごろに袖をつけていきます。ミシンで縫っていきましょう。袖付けは袖の内側から縫っていくとやりやすいです。目打ちを使って縫っていくと生地の巻き込みを減らすことができます。最後にロックミシンで袖ぐりの縫い代を始末していきます。一周ギリギリまで来たらメスロックをオフに切り替えて始まりと少し重ねて縫って避けていきます。さあ、これで完成です。